そうですね。戦争のことについて、いろいろ知識は学びましたけれども、はい。私の祖父が2はい。人とも戦争には関わりましたのはい。で、1人は多分戦地には行かなかったと思うんですが、はい。もう1人は海兵隊かな、入っはい。て南方の方に行ったことがあるっていうのを聞いてますね。それで小さい頃、今は祖父は両方とも亡くなってますけど、はい。話をちょっと聞いたことはありますが、うん。そうですね、そういう意味で、なんだろう、やっぱり戦争は嫌だなっていうことが、あのはい。世代の共通の理解じゃないですかね。私の、祖父、祖母、両方とも、はい。まあ、自分たちが当事者であったわけですけど、やっぱり被害者的な意識が結構強いというか、そうですね。うん。それが一つ。あとは、自分の両親の世代というはい。のは、戦争を多少経験したというか、終戦の頃の意識が強いんですかね。はい。防空壕って知ってまはい。すか？防空壕っ僕も。はい。て言うんですけど、防空壕に逃げた経験なんかはい。私の両親はまだ覚えてますし、子そうですか。供として。ああ。あとはやっぱり終戦の頃物がなかった、はい。そういう、お腹が減ってたとか、そういう意識はある。そうですね。あとははい。進駐軍の人が来て、アメリカ兵が来てチョはい。コレートを配ったとあ、か、そうそう。そういう話は聞きますね、実際に。そうですか。うん。あとは学校で習った知識ですかね。はい。知識というの、ということは、うん、ここの日にそれが起こったということですか？そうですね、歴史のはい。教科書というか、授業で習った知識はい。が、大部分になるんですかね。それはい。はいろいろ批判の的にもなっていると思うんですけれども、まあそうですね、日本の歴史の中の一部としてはい。あの、まあ、楽器の最後の方に出てくるというか、うそういうん。感じですかね。うん。うん、それは、中学生の時、高校生のそれは時でしょうか？小中とやりましたね。そうですか。はい。体験というのは、はい。あまりうちの祖父母の代ではあまり多く聞かなかったんですね。やっぱりそうですか。彼らにとってはあまはい。り言いたくない思い出というはい。のがあって、あまり聞いた記憶がないんですが、ただ写真でも古い写真で、はい。うちの父方の両親、祖父母は東京に住んでいて、はい。洋服屋さんをしてたんですけど、はい。そこでやっぱり何人か人を使っていて、やっぱその中の一人が戦争に行くというのはい。で、みんなでお祝いをしたはい。写真が残ってるんですね。その戦争に行く人とそのはい。周りにみんな日の丸を持って立っそうそてう。はい。いて、あとはたすき掛けで多分はい。千人針とかいろいろなんかしたのかもしれませんけど、うん。そういうのを持たせていくような、はい。そういう姿を撮った写真を見て、はい。やっぱりここにも戦争があったんだなと思ったことがあります。はい。でもうちのそれで祖父母たちは戦争が東京だったので、はい。疎開をして実家の方がある長はい。野県に戻っあ、てはい。きて、そこでずっとそれから暮らしたんですけど、そうですか。はい、そういうん。うことがありました。はい。それは田舎の方ですか？そうですね、うちはすごいはい。田舎だったので、うん。先ほど話があったように進駐軍の人が来たりとか、はい。防空壕があったりとかっていうことまではそこではなく、もうはい。少し平和に、はい。特にうちの母なんかは戦争があったこともあまりよく覚えてないあ、そうですか。くらい、うそこはん。本当に田舎で農業しかなかったところなあので、あ、はい。多分誰も爆弾を落としたりとかいうことがなかったとあ、ころよであったので、かったですね。はい、それはすごうん。い良かったと思うんですけど、はい。ただやっぱり食べ物がなくてそうですね。困ったということはい。は多少父方の方ではあはい。ったみたいです。はい。わかはい。りました。歴史の本や授業からは、からは、私の小学校の時のはい。先生がそういう戦争に関しての意識が強くて、子どもたちにはい。教えようという意識が強くて、はい。その原爆を受けてその被害に遭った方の写はい。真、はい。怪我をした様子とかはい。の写真とか、その街の様子とかを撮った写真集があって、それはい。を子どもたちに見せながらそはい。の原爆の悲惨さを教えてくれたり、はい。あとは本当にそのアメリカとの戦争でもう原爆以外の戦争の話とかもしてくれたりして、はい。それは多分小学校の4年生か5年生くらいだったんですけど、ものすごく印象に残っていて、はい。だからその写真を広島のとかはい。長崎のその原爆の写真をその時見てしまって、だからものすごい衝撃で、そうで今でもすね。よく覚えていて、そはい。れなので怖くてはい。長崎とか広島のあ行くのが
本当になんか、はい怖いというか、で本当になんかもう自分が気持ちがどうなるかなっていうのはそこから始まってるんですけど、わかりました。あとはいは高校生の時中学生の時はまあ普通に授業で習ったことだったんですけど、高校の時にやはり井伏正治さんの「黒い雨」という、小説を結構深く高校で読んで、国語の授業で読んで、それがやっぱりすごい印象に残っています。教科書では、いつ何が起こったとかっていう話だけだったんですけど、だと思うんですけど、でもその先生の話だと、ちょっとねはっきり覚えてないんですよ、何を具体的にしたかっていうのは。ただやっぱり食べ物で困ったりとか、その戦争で日本軍がしたこととか、中国に虐殺したこととか、そういう話をおそらく聞いたと思うんですね。それをすごくよく覚えているので、でもどういうふうに話してくれたかはちょっと覚えていません。アメリカ人の人がどういうふうに見てるんですかね。それが自分としてはすごく興味があるというか、アメリカの大学に留学している時にアメリカの歴史のクラスを取りましたけれども、やっぱりもう全く反対から歴史の、太平洋戦争のことについて、アメリカの視点から見るわけですよね。でも日本はもう敵国としてアメリカがどうしたかということをこう淡々と、もうそれが当たり前になるかのように授業を進めるわけですよね。多分日本でやってる授業っていうのもそういうことなわけですね。日本が負けたけれどもやっぱり日本から見た戦争を描いてるわけであって、アメリカから見たその原爆というのは、原爆だけじゃないですけど戦争とかね。戦争ですね。私が習ったのは高校時代ですね。それは原爆を落とさなきゃならなかったというふうに歴史の授業の本に出ていたんです。それはそうですね、原爆を落とさなければ兵隊軍が日本の本州などに行ってそこで戦ったらもっともっとたくさんの人たちが死にます、というふうに言われていました。それに日本人でもアメリカ人でもそのような本州や九州日本のどういうんですかホームランドアイランドで国土ですか。国土ですか。国土で戦いがあれば、それはもともとたくさんの人が死ぬわけ本土決戦だね。そうですよね。そういう感じで記述されてるわけですね。そういうふうにこの原爆を落とすのはそのおかげで戦争が終わったと書いてあるんです。そういうことです。でもやっぱりコルゲートに来てから国際関係の授業をとってもう一つの見方意見分かるようになりました。それはソビエト連邦ソビエトの力にアメリカがこのような武器がある、このような兵器があるを見せるためにこの原爆を落としたという考え方もあるんです。だから日本の多分小中高ぐらいのレベルだと、今は違うかもしれませんし、私の知識も記憶も曖昧だけど、あんまりその原爆は落とされるべきであったかどうかとか、その国際政治の中での駆け引きの中で落とされたっていうことは多分あまり言われてないですね、教科書では。落とされたという事実が述べられていて、どちらかというと焦点は原爆が落とされたことによって被害を受けた人たちの苦悩であるとか、それによって人生がもう全く変わってしまったっていう、その辺に日本ではどちらかというと焦点が与えられてるんじゃないかなっていうふうに思いますね。もちろん学校教育ではそのくらいその辺りで止まっていて、でも実際でもさっきアレックスさんがおっしゃったようにソ連の私が聞いたというか知っている知識ではソ連が参戦してきて8月の頭に、それでそれが日本の本土の方に入ってくると、またアメリカが日本を占領アメリカだけが占領できなくなるので、早く戦争を終わらせるために原爆を落としたという話を、話って多分その先生個人の知識でやったりとか、
あとはまあテレビとかその学校の教科書から外れたところで話していることだと思うんですよね。そうですか。まあ陰謀説みたいな話とか、要するにその国際政治の中で駆け引きがあって、それでまあ落とされて日本はまあ実験台に使われたというような話なんかは、全く誰も知らないわけじゃないし、出てるけれどもその公共教育の外で話されていることですよね。多分黒い雨なんかで受ける印象っていうのはやはりそうだと思うんですよね。その誰が悪いとか、敵国を責めるとかそういうことじゃないですよね。やっぱりあれは原爆が起きたことによって人生が変わってしまったその女性の、話であるっていうような理解だし、そういうところに何だろう、日本人は主に原爆の意味を見てるというか、ただそれが私個人的にはその原爆でなくてもどんな戦争の兵器を使っても日本でも日本の外でも同じことだと思うんですけどね。そういう戦争によって人生が変わってしまった人っていうのはいっぱいいるわけだし、そうですね。その悲惨さという部分にこう焦点が当たることが多いですよね。その事実関係を明らかにするというよりは、そうですね。それはアメリカとだいぶ違うんですね。だいぶ違うし、それが本当にいいことだろうかもわからないですけど、ある意味ではそれって日本人が本当に被害者意識を持ってしまうというか、多分日本の外の人が見たらもしかしたらそれをどう思うんだろうかなっていうふうに、思いますけどね。ちょっと思うことがありますけど、原爆の悲惨さっていうのは当然だと思うし、そういう兵器はいけないともあらゆる兵器はいけないかもしれませんけど、その戦争によって変わってしまった人生っていうのはもう世界中にあるわけですからね。私がすごい一つ不思議っていうわけではないんですけど、アメリカだったら多分当然なのかもしれませんけど、そのやっぱり原爆を投下した人たち、エノラ・ゲイに乗った人たちは英雄だと言われていて、英雄視されている。それが時々すごいちょっとびっくりして、でも日本人から見ればそれはびっくりすることですけど、アメリカ人からしてみれば先ほどのお話の通り、学校に習った知識だと戦争を終わらせた英雄ですから、そういうのがあると思うんですけど、それを別にアメリカでそれはおかしいと否定することではなくて、ただ彼ら自身を責めるというのは、彼らも要するに命令があってそれに従っただけなので、彼らを落とした人を責めるわけではなくて、誰を責めるわけではないんですけど、一応やはりそういうヒーロー視されている彼らの陰で、やはりたとえ日本が始めた戦争で日本に非があったとしても、やはりあれだけたくさんの人が亡くなったというその事実、それで原爆を落とされただけではなくて、落とされた後も残った残留放射能とか、あとはそのお母さんの体を通してその次の世代の人が原爆症で苦しんだりとかという、そういうなんていうんですかね、その放射、その原爆による悲劇というかその事実というのは何世代も超えて残ってるわけですよね。あと差別があったりとか、そういうなんていうんですかね、やはりその事実としての原爆の悲惨さというものをたくさんの私たち自身も日本人自身も知らなきゃいけないと思いますし、アメリカの方にもやっぱ知ってもらって、やっぱそういう事実はこれからもうそういうことをもう起こさないためにもみんなそうしていくことが大事かなと思います。であと、これはアメリカでは多分出版されてない本なんですけど、日本で最近ちょっと話題になった、もともとは漫画なんですけど、夕凪の街桜の国という漫画があって、それが多分アメリカでは出てないと思うんですけど、それが原爆の話なんですね。長崎の原爆で被害に遭った人の話、でそれが世代を超えてちょっとその悲劇が連鎖していく話なんですけど、すごく悲惨な描写とかはなくて、本当に淡々とその女性の生き方の中で綴られていく話なんですけど、それがすごく日本でちょっと話題になって、でそれ映画にもなったんですね。でそれが、それが今私が話したような本当に静かに起こっていく悲劇の中の一つの例として、それがまた最近ちょっと読んだ本の中で印象に残ってるんですけど。